どうもゆうたです。前回の動画ね、ご覧いただいた方はわかると思うんですけど、前回はね、こんなことがありました。変えてなかったんだけど、うん。まあそうね、まあ、ゆ変えくゆくかな。変えたら、変えたらって簡単に言うよ。これ廃盤でないんだよ、今、このシートが。あ、そうなんだ。そう、ブリットのジータ3っていうやつの、青が、もうブリットのジータ3、これがね、もう売ってないから。なるほどね。買えるか買えないかわかんないけど。変えなよ。まあね、いいね。見つかればいいね。ダサいよ。はいまあ今ね、こんな動画が出てたと思うんですけど、こんな感じでちょっとかなりマキちゃんにディスられたんで、まあすぐもうその日からネットで探して検索して、で、いい球のシートが見つかったんで、速攻購入して、で、まあちょっと今回はクリーニングしながら取り付けまでいければいいかなって思ってます。で、まあ最終的にドッキリしようかなと思っててまあちょっと楽しみなんですけど、まあどんな反応するのかちょっと見ていきたいと思います。はい、では今回ね、購入したシートが、まあ僕の運転席ともうついてるの一緒なんですけど、ブリットのジータ3ですね。で、カラーが青になってます。で、これがね、もう廃盤で新品が出ないんですよ。なんで、まあ中古でいい球見つけて購入したんですけど、まあ本当に、まあなんか全然破れとかもなくて、もうめちゃめちゃいい感じだったんで、速攻購入させていただきました。で、まあちょっと、使用感がちょっとあるんで、これからちょっとクリーニングしていこうと思うんで、そのクリーニングの動画をこれから撮っていきたいと思います。で、早速、ちょっとね、取り付ける前に、まず、この中古感が結構あるんですよね。今見ると、まあここら辺とかもね、ちょっと黒いシミがあったり、ここら辺もっすね。まあでもほんと比較的綺麗な方で、あとはね、こういうなんかちょっと黒ずみとか、あと、このバケットってここ取れるんですけど、こういうね、なんかちょっと汚い毛とか、なんかホコリとか、いろいろついてるんで、こういうのを全部、綺麗にしていこうと思います。まあこれからね、ちょっとブリットのバケットとか、レカロのバケットとかね、中古で買う人いると思うんですけども、まあこうやって綺麗にすれば中古でもね全然綺麗になるよっていう感じでちょっと動画にしようと思ってるんで、まあ今回のやつをね参考にしていただければいいかなと思います。はい、じゃあ今回ね掃除に使う道具たちを紹介します。まず重曹ですね。重曹と、あとまあ重曹を水で薄めたスプレーボトルみたいな感じ何でもいいんで、こういう風に作ってあげてください。で、まあこれはちょっと使うかわかんないんですけど、まああと、この汚れを拭き取ったりするマイクロファイバー雑巾ですね。これ100均で売ってます。もうこれも全部100均で買ってきました。まあだからトータル400円ぐらい。めっちゃ安い。で、これからね、ちょっと、まあまず手順として、まあこれ重曹を薄めた水でスプレーを作るんですけど、まあ気になる箇所にね、直接塗ってもいいんですけど、僕はマイクロファイバーにこうやって吹きつけて、で、ちょっと汚れてる部分に対してこうやって、ちょっと撫でていくような感じですね。で、こんな感じでちょっと浸透させたら、ちょっと乾いたクロスで拭き上げるっていうような感じです。まあちょっと片手で撮影しながら無理なんで、ちょっとスキップしていきます。これね、すごいわかりやすいところ発見したんで、ほら、わかるここ。ここのね、こういう黒ずみとか、こういったものを除去していきます。よし、今ね、掃除機かけたんですけど、だいぶ綺麗に内側はなったんじゃないでしょうか。まあちょっと黒ずみも若干あるところが内側にもあったんで、ここをねバッチリ綺麗にしていこうかなって思います。ほら、こういうところとか、こういうところとかね、ほら結構太陽に当てると見えるね。こんな感じで黒ずみがちょこちょこあるんで、
綺麗にしていこうと思います。レッツゴー。こんな感じでガンガン色が変わるぐらいまでもうめんどくさいからかけてきます。でちょっと放置してで拭き取って乾かしていこうと思います。で今バケットの方はちょっと乾かしてるんで、次このねクッションの方に移っていきたいと思うんですけど、このクッションはここの裏、これマジックで止まってるんで、あとねこのクッションを外して布だけカバー取れるようになってるんで、これは布だけにして洗っていきたいと思います。でさっきの外したやつはね、ここに柔軟剤ぶち込んでつけ置きして手洗いして、あと乾かすって感じで終わりたいと思います。まあこれでどうなるかね、結構ね1回2回ぐらいすすいだんですけど、黄色いお水が出てきたんで、まあ、ちょっと汚いから映さなかったけどこれでどうなるかね、ちょっとつけ置きしたいと思います。そうそう、スポンジがね意外とちょっと汚れてるんだけど、まあね匂い嗅いだらそんなでもないし、まあこのままちょっと水で軽く流してスポンジは乾かして終わりでいいかな。そう、この膝じゃねえ、ちょうど足の一番下のところのサポートのこれ外すときに無理やり引っ張ったらこうやってスポンジがね割れちゃったんですよ。もうだから外すときは無理やり外さないで、まあできるだけスポンジを小さくして引っ張ってあげることをお勧めします。じゃないと僕みたいにこういう風にちぎれちゃうから気をつけてね。よし、今全部洗い終わったんで、こんな感じで天日干ししていきます。さあ今ねちょっとだいぶ乾いたんで太陽光に当てて放置してたんですけど、もう結構綺麗になりましたね。だいぶあれだけ落ちるなと思って、ここら辺とかも全然綺麗。めっちゃいいね。振り付けは後日するんで、ちょっとお楽しみにしていただければと思います。はい、こんな感じで今回はねちょっとシートを買ったよっていう動画とシートクリーニングしたよっていう動画で終わろうかと思うんですけど、まあ、ちょっとね今こういうものが売ってたんですね。ブリットシートクリーナーっていうやつで、これを使って取り付けの前に今運転席についてるジータ3のシート、ちょっと汚れてる部分もあるんで、それも動画作ろうかなと思います。で次回はこのシート取り付けるよっていう動画になると思うんで、ぜひね取り付けの動画もねよかったらご覧いただければと思います。じゃあ今日はこんな感じで動画を終わろうかなと思います。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。